皆さんようこそ、東方ゆっくりスクールへ、研究部部長のゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は東方プロジェクトの全メイドキャラについて解説していきますよ。メイドといえば昨夜だけど他には一体どんなメイドがいるのか気になるぜ。メイドというと大人の女性らしさがありながら、可愛らしさがある素敵なキャラですが、旧作のメイドキャラも紹介していくので楽しみにしていてくださいね。それでは早速授業開始です。それでは初めに紹介するメイドキャラは、東方プロジェクトのメイドを代表するいざよい咲夜です。初登場は東方高魔教の従者が主に活躍する御面ボスだよな。メイドではありますが高魔館の中では非常に権力があり、高魔館の主であるレミリア・スカーレットに仕えていますよ。高魔館の掃除や洗濯、料理まで何でもこなす有能なメイド長です。それゆえに二つ名も完全で勝者な従者と呼ばれていますよ。二つ名もメイドらしくていいよな。また昨夜といえば投げナイフの技術が高いのですが、料理の腕に比例するため料理もすごい腕前なのですよ。また東方水長家ではレイムがマリサに宴会料理は昨夜に任せたらと言っているあたりみんなから料理が美味しいということを認められていますね。昨夜が実際どんな料理を作っているのか見てみたいよな。確かごつもりとか言ってたような。いやまさかの即席麺。さらに昨夜といえばやはりスタイルの良さでしょう。身長はレイムやアリス以上で、ゆかりやメイリンと同じ程度と高めとのこと。東方飛行店では、あの長い美脚を活かして隙のない攻撃を与えることができますよ。さらに立ち絵を見ると他のキャラより突出して胸が大きく描かれています。ほんとそういうところばっかり見るよねこの人。その後の作品から胸が比較的小さめに描かれたことで、パッと強なんて言われることがありますね。しかし私は昨夜が巨乳だということを強く信じております。いや何の願望なんだよ。能力も時間を操る程度の能力というチート級の能力を活かして、戦闘はもちろん、家事をこなしていますよ。それにしても高魔館で、唯一の人間の昨夜がなぜ妖怪たちが住む高魔館にメイド長として働いているんだ？赤い悪魔が住む高魔館で働き吸血鬼たちに信頼されているのかは謎ですが、有力な説が一つあります。それは、昨夜が元ヴァンパイアハンターという説です。そう考えられる理由は、彼女の使う銀のナイフは吸血鬼を仕留めるためのナイフであることと、高魔館の主人レミリアの持つ能力です。ほう、一体どういうことなんだよ。彼女は吸血鬼を退治するために人里離れて修行していました。普段は小さな悪魔を仕留めて鍛えていましたが、吸血鬼にはまだ手を出していなかったとのこと。昨夜は自分の能力に絶大な自信を持っていて、徐々に力を失いつつあった吸血鬼なら自分でも簡単に仕留められるだろうと思っていて、吸血鬼探索の旅に出たのです。そうして、吸血鬼を追って高魔館にたどり着きましたが、見た目が幼い吸血鬼なのに想像以上に強く、あっさりと返り討ちにあってしまったのです。レミリアお嬢様やっぱり強かったんだ。吸血鬼は、その能力を惜しんで彼女に新しい名前を与え、改名によって運命を正反対に変えたというわけですよ。そうして、昨夜はレミリアのメイドとなり、もともと能力が高かったのでたちまちメイド長まで上り詰め、吸血鬼の側近になったと言われています。まさかそんな裏話があったなんてびっくりだぜ。もともとはヴァンパイアハンターだとはいえ、最初からこういう風になるとレミリアによって決められたのかもしれませんね。そんな昨夜とレミリアとの仲ってどうなのよ？結論から言うと非常に仲がいいですね。高魔教では優秀なメイドと言っていますし、昨夜に未だに弱点である銀のナイフを持たせているあたりとても信頼し合っていることがわかります。なるほど、納得感しかないぜ。そんな昨夜はメイド長として超忙しいのです。大人数で多種族、さらに自身の能力で広くなった高魔館をほとんど一人で切り盛りしているんですよ。さすがにこれでは大変なので、昨夜は妖精メイドを雇っているのです。そういえば、妖精メイドについてあまり知らないから教えてくれよ。妖精メイドとの遊び方を伝授してあげちゃいますよ。もしかしてここホストクラブだったのですか？さて、次に紹介するのは高魔館のメイド長に雇われている妖精メイドです。この妖精メイドという呼称は二次創作のような気がするけど、実は東方愚問式で使われてることから公式的な呼び方なんだぜ。そして妖精メイドは、高魔館でメイドとして働いている妖精たちのこと。その数は不明ですが、作品によっては1000匹近い数が登場することからかなりの数が高魔館に存在していると思われます。思った以上に雇っているんだな。むしろ昨夜の負担増えてそうな気がするが。そう、給料はないのですが代わりにお茶と食事と自由が与えられていて、辞めるのも新しく入るのも自由で非常にホワイトなんですよ。前回の授業で判明したが高魔館はやっぱりホワイトなんだな。高魔館で働いてみたくなるぜ。妖精メイドは今までのところ、個人の名前が明らかにされたことはなく、7種キャラクターとして扱われていますよ。東方暴月賞では3名の妖精メイドが付き添いで登場しています。メガネをかけている子がいたり、髪の色などが違ったりします。
特にメガネの子の隠れ人気は高いようですね。なんかドジっ子そうで可愛い。やはり妖精であるためかあまり役には立っておらず、上司のメイド長であるいざよい昨夜も妖精メイドたちは役に立たないし、と語っていて、実質的に昨夜が館内におけるほとんどの仕事を担っていますよ。また戦闘力も弱く、最近戦闘部隊に入った冷戦に敗れています。ちなみにその後レミリアお嬢様から熱い激励が飛んでいますよ。妖精メイドにも叱ってあげられるカリスマ的上司。EX にはマスタースパークを一発丸々耐えるほどの体力を持つ化け物が出ますよ。耐久力カビゴニャン。制服は東方3月製だと昨夜と同じメイド服にミニスカートで、リボンだけが違いますね。やっぱり作品ごとで衣装とか変わってくるのか。そうですね。ズンさん曰く漫画での衣装などは特に指定はなく絵師さんが自由に描いているようですよ。だからもみじに尻尾があったりなかったりするのね。いや尻尾は共通してあるよ。また漫画3月製ではロングヘアの均一的な容姿が特徴的。ちなみに3月製第1話では小悪魔や大妖精ですらまだないセリフをモブキャラながらいくつか与えられていますよ。幻想興味発売で終わった文化新報には、コウマ館の妖精メイド募集広告が掲載されていて、待遇については、衣食住完備制服支給いたします。カリスマあふれる雇用主と優しい上司、たくさんの仲間ができる、給与は雇用主と相談、経験者優遇、と書かれています。思って以上にめちゃくちゃシンプルな雇用募集で笑った。他にも幻想郷一番のおしゃれな職場で働きませんか？笑顔の溢れる楽しい毎日がここに、アットホームな職場ですなどと、美麗なキャッチコピーが並んでいて、メイド長の昨夜さんと二人の妖精メイドが笑顔で写っています。しかし妖精メイドは笑ってはいますが顔が引きずっていました。絶対後ろでナイフ突きつけているでしょそれ。それでは次に紹介するメイドキャラは無月です。おお、無月は東方旧作キャラだよな。そう、最強極悪の双子姉妹という肩書きを持つキャラクター。金髪金眼、前掛けが前方で2枚重なる特徴的なエプロンをした青いメイド服に身を包んでいますよ。また幻月という双子の姉がいます。エクストラステージの舞台である無限世界の主であり、自分の世界にはかなりの自信を持っているようですね。例えばこんなとこ呼ばわりされるだけで怒るほどなのですよ。そんなことで怒るの？ちなみに無月はメイド服を着ているのですが、特にメイドというわけではありません。嘘っこメイドさんではあるんですが、無月のテーマ曲はメイド幻想伊勢ミルクマジックとなっています。いやどっちなんだよ。メイドの格好は青を基調とした服にエプロンをしているというものです。また大きなリボンとカチューシャがよく似合っているよな。やっぱり金髪メイドはパワーだぜ。せめて魔女に使ってあげなさいよ。ちなみになぜ彼女がメイドの格好をしているかは不明。またレイムが察知するほどの邪悪な力を持っているのです。意外にも邪悪なキャラでもあるのか。人間の命なんかなんとも思っていない返すつもりはない等の発言もすることから、考え方にも悪魔的ですね。思った以上に恐ろしいキャラだった。その恐ろしさは弾幕でもそうで、なんとボムを無効化するバリアを張り、ボムによるダメージが与えられないのですよ。そして無月も全ての弾幕に発狂を持っています。バリアと発狂だなんてせこすぎるぜ。ですが、姉子の原月の発狂弾幕のインパクトが大きすぎるため、残念ながら無月の発狂はあんまり話題にならなかったりします。東方では珍しく姉の方が目立つ傾向にあるのね。ちなみに東方ステーションにてビートマリオさんがズンさんに妹の方が強い傾向にあるけどそういう癖なんですか？と質問したことが、こんなこと聞けるのビートマリオさんぐらいだよな。私たちも言いづらいことを言える仲になりたいですね。レイムさん。実は昨日レイムさんのプリン食べたの私なの。マリサさん。しばくぞバカタレー。この人と付き合うのやめよう。それでは次に紹介するメイドキャラは東方夢時空で登場したルーコトです。ルーコトという面白い名前なのは、あなたを幸せにする何かをプレゼントしますという立て札に誘われて入った無限遺跡で、レイムが岡崎夢美に勝利し、境内を掃除してくれるロボが欲しいわと言ってもらったロボットだからですよ。前回の授業で習ったけど、夢美は5世紀先の科学力を持っているんだよな。手に入れた当初は、掃除をさせたり紅茶を用意させたりそれなりに使ってたようです。しかしメイドロボというとハイテクな感じですが、ものすごく手際が悪く、掃除の方法もほうきを使うアナログな方法なようですね。そのせいか夢時空以降の作品では存在が確認されていません。神社の掃除に時間がかかり、結局レイムも手伝う羽目になっています。ということは夢見のやつ適当に作ったな。彼女は負けず嫌いですからね。レイムは、嬉しいけど、何で動いているのかしらと言っていて、動力は分かっていませんでした。ルーコとの動力源については、レイムたちは半永久的に動作すること以外は何も知らされていませんね。マリサからは夜な夜なレイムの正気を吸い取ってるんじゃないかと脅されてたりもしていますが、意外と本当だったりしてそう。いえいえ、全然そんなことありませんよ。ルーコとの動力源は核の力で動いています。それは止めて正解だな。では
では次に紹介する東方メイドキャラは、東方怪奇団ステージ5パンデモニウムで登場するゆめ子です。魔界の神である神器が生み出した魔界人の一人。神主曰くやっぱ、メイドさんは敵キャラに限るネオイ、ビジュアル系のノリにしたかった過去形とのこと。また東方作品に出てきた4人目のメイドキャラです。旧作キャラにもうすでに4人はメイドが出ていたのか。容姿はロングの金髪で赤い半袖のメイド服を着ていて、胸元には黒い紐を蝶々結びにしていますね。新規曰く、最強クラスの魔界人とのことで、その名にふさわしく凶悪な弾幕を放ってきますよ。新規からはゆめこちゃんとちゃん付けで呼ばれているんだぜ。その強さからノーマルでは新規様よりも強いとさえ言われていますよ。弾速が非常に速く、剣撃に加えて後半ではレーザーも加わっています。さらに移動中は透明になりダメージを受けません。旧作は攻撃が効かないなんてことがあるから強力だぜ。その強さと凛とした物腰により、二次創作では魔界勢の長女的存在として描かれたりもすることも多いですね。メイドの格好をしていて、ナイフっぽい短剣を使った弾幕を放ったりと、ウィン版のキャラクターであるいざよい咲夜と共通している点が多いキャラでもありますね。ああ、咲夜はゆめ子が元となったキャラなのか。実は私もベースとなった人がいるんですよ。それは長澤まさみさん。さて、次に紹介するメイドキャラは魔法使いのアリスです。いやアリスがメイドキャラなわけないでしょ。確かに普通ならそう思ってしまいますが、今回紹介するのは旧作のアリスの方ですね。東方怪奇団の三面魔界の街に登場しました。ウィン版のアリスに比べて幼く見えるのでロリプラスアリスでロリスと呼称されることも。現在は髪はウェーブのかかった短い金髪は同じだがかなり身長が伸びているよな。瞳の色は、作品によって青系統または褐色金色系統。三面ボスでの二つ那覇市の少女、街を荒らす侵入者たちを相手に2体の人形らしきオプションと一緒に戦ってきます。あの人形めちゃくちゃ厄介なんだよな。こちらのアリスは現在のアリスと同じで好戦的なのです。ちなみにアリスは全力を出さない主義で本当の実力がどんなものかまだわかっていないぞ。エクストラステージボスとしての2つ那覇魔法の国のアリス、赤青紫黄緑の5色の魔法を使って戦います。ああ、だから今の2つ名も七色の人形使いだったのか。またアリスといえば鍵付きの本を持っていますが、これは旧作からの名残なのです。3面はそんな感じで作ったんですが、エキストラは最近作ったばっかで、本を持たせているとのこと。実はズンさんが当時ゲーセンで見たとある格闘ゲームのアリスを見てちょっと付け加えてみたようですよ。一体何のゲームなんだろう？怪奇団は東方旧作最後ということもあってか、エクストラにもエンディングがあるんですが、その際になんとミマ様のエンディングではアリスはメイドをさせられるのです。まだ幼女の頃のアリスをメイドにし、自分に使えさせているって。ミマ様めちゃくちゃ羨ましいんだが、やっぱり指定同士考えが似ているね。お酒の作り直しを命じられ、無縁となくアリスが見れちゃいますよ。可愛すぎだろ。ちなみにメイド姿のデザインハルクキューブルプサラダに登場するサラダの服装が元ネタではないかと言われていますよ。ルプサラダは、竹本泉さんによる日本の漫画作品ですよ。We Love Pafeにて、1990年3月号から1991年3月号にかけて連載されていますよ。へえ、漫画から衣装を取り入れたのか。また原作ゆるい世界観を再現したストーリーなど非常にクオリティの高いパズルゲームでも人気があったようですね。東方はいろんな懐かしいものを取り入れていて面白いところだよな。間違いないですね。なので梨の妖精もそろそろ幻想郷入りではないかと。幻想郷でゆっくり休んでいただきたいです。それではラストに紹介するメイドキャラはビビットです。全く知らないキャラだけど本当に東方プロジェクトのキャラなのか？正確に言うと西方プロジェクトのキャラクターです。なんだ、西方プロジェクトって？ズンさんの後輩が東方プロジェクトの姉妹作品というコンセプトで制作した作品であり、全体的なゲームシステムは東方によく似た弾幕 STG となっていますよ。姉妹作品なんてあったのかよ。ただし雰囲気は東方とは逆となっていて、古めかしい和風テイストで用と魔法が支配する世界観の東方に対して、ポストアポカリプス的な SF 作品となっています。ズンさんの後輩のサークルが開発したもので少しズンさんも関わっています。それは知らなかったぜ。なのでゲストとして東方キャラも少し登場していますよ。特にレイムがあまりにも強すぎるようですね。またもうこの時には黒髪で赤と白の紅白巫女衣装を着ているんですよ。おいおい、ということは高魔教が初じゃなかったのかよ。そんなビビットハズンさんがゲーム BGM を提供している西方プロジェクトのキャラクターの一人、カクタスカンパニーで制作された戦闘用メイド型ロボット。典型的な半袖のメイド服とメイドカチューシャ。ややピンクがかった赤いロングヘアを黄色のリボンでまとめています。かわいい、ロボメ
メイドということは一体何で動いているんだ？核エネルギーよりもはるかに優れたエネルギーであるサボテンエネルギーの力で駆動するようです。この世界ではサボテン以外の植物が全滅し、同時にサボテンからエネルギーが得られるようになっていますね。まさかのサボテンがパワーだよ。ちなみに、西方プロジェクトは敵弾を化することによってポイントを稼いでいくゲームシステムとなっています。ビビットが着ているメイド服は実は特殊な外装であり、敵弾を化することによってエネルギーを得るようになっていますね。メイド型のアンドロイドですが、メイドの仕事は大雑把のようです。いや昨夜以外大体メイドとして機能してないじゃん。それにしてもメイドキャラはやっぱり魅力的な子が多くて面白かったぜ。またメイドキャラが出てくるかもしれないので楽しみですね。それでは今回の授業を終わりますよ。視聴者さんの好きなメイドキャラがいたら教えてくれよな。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。